ご理解第38節。こりを取るというが、体のこりを取るよりは心のこりを取って信心せよ。体のこりを取るにも力を入れて揉みほぐすことがいるように、心のこりも同じことで、よくよく教えをもとに練り出して本当のことがわからねばなりません。心のこりも嘘のように取れるものです。今日ある方がある問題で心にしこりができ、ここ 2,3 日悩み続けておりますとお願いがありました。私はその事柄を通して信心のお育てをいただいているのですから、お願いもさることながらお礼も申し上げねばなりませんと申しましたら、すぐその後でお礼に参拝してきました。本当のことが分かったから、幾日もの悩みも心のしこりも取れたわけです。本来、牙城があるからこりを積むのです。牙城を取ることに精進することが第一です。牙城を取る。それは私どもの常識観念といったようなことになるのかもしれませんね。その私どもの常識観念、今までこれが本当だと、こういうやり方で今まで来たのだというそのやり方を改めていかなければならないと。今大きく変わる時に来ているように思いますね。2、3日前でしたか、2035年からカリフォルニア州でのガソリンの自動車の新車販売を禁止するというようなことになったようですね。もうガソリンの自動車の新車が売れなくなるわけです。日本の会社も大変打撃を受けると。ある会社はもうガソリン自動車しか作っていないから大変だと。電気自動車か何かに変えなければならないわけですね。そういう時代の中で大きな変わり目の節というのがありますね。それで今まで繁盛していたものが没落してしまうということもあります。私が生まれ育ったところは炭鉱が当時盛んでしたけれども、やがて炭鉱が石炭が没落し、石油に変わって今はその町も見る影がありませんね。その時その時代に応じて変わっていくものですが、それに応じて私どももやはり変わっていかなければなりませんね。シフトしていくというのでしょうか。このままガソリンの内燃機関に頼っている自動車会社は立ち行かなくなるでしょうね。私どもの信心、これもおかげをいただく、いわゆるご利益をいただく。人間が助かるということも、いわゆるご利益をいただいて助かる。今難儀な問題、それを神様から取り除いてもらって、それで助かるという助かりの道があります。と、もう一つは自らの心の中でその難儀から抜け出す。そして助かる。今日のミニご理解ではありませんけれども、その牙城があるから悩むのです。牙城があるから難儀を感ずるのです。その牙城を取り除く、そこに難儀から解放されるわけですね。今まではどちらかというと、自分の牙城を取り除くというより、今身の上に起きているその難儀と思う事柄を神様に取り除いていただいてきた。いわばある意味取り次ぎ者の祈りによっておかげをいただいてきた
助けられてきたというのですね。それをその自動車のエンジンを内燃機関から、いわゆるガソリンエンジンから電気モーターなら電気モーターに動力を変えなければいけないわけです。今までは取り次ぎ者の祈りによって神様の、いわゆる神様がくださるおかげによって難儀から逃れてきた。これからは自らの心から、その自らの心を変えることによって、自らの牙城を取り除くことによって助かっていく、おかげをいただいていく、そういう方向にシフトしていく時が来ているのだということだと思いますね。それは端的に言えば、今までは取り次ぎの先生の祈りによって助けられてきた。これからは自らの心の中、自らの心から自らを助けていく。いわば、おかげは我が心にありと言われる、その和らぎ喜ぶ我が心、自らの和らぎ喜ぶ我が心を持って助かっていく、おかげをいただいていく。そういうあり方にシフトしていかなければならない。そういう時期に来ているのだということを神様が教えてくださっているように思いますね。ある意味、他力本願から自力本願とも申しますけれども、そういう時節に来ているのかもしれませんね。自らの心の中からおかげをいただいていけれるような私どもの心のありようにならせていただく。ただお願いしておかげをいただくという、そういうおかげの原動力、助かりの原動力、よそからその助かりの原動力をもらっていた。その時代から自らの中からその助かりの原動力を生み出していく。おかげは我が心にありという、その和らぎ喜ぶ我が心によっておかげを生み出していくような、そういう段階にシフトしていかなければならないということを神様が求めておられるような感じがいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。